すごいよ、バス2台分の大きさがあります。ライチョウホール、めっちゃ嬉しい。ほんまこけたらひとたまりもない。あー、疲れた。家出てから4時間経ってる。あと今からあと1時間乗るから5時間ぐらいかかるんやな。ドア元の開けるのボタンを押してお降りください。やっぱ遠いな。空気が全然違う。めっちゃ涼しいし空気が美味しい。よし、信濃大町着きました。ここはですね、この辺にショッピングセンターがあるんで、ここに明日の買い出しに行きたいと思います。電車から街を見てて思ったんですけど、こうやって駅前とかそれぞれの民家でこうやって花を植えてるところが多くって、めっちゃ綺麗な街やなと思って見てたんですよ。旅が始まったって感じがする。すごいな。目の前に北アルプスがドーンって見えんねんけど、すごい。駅前の風景です。すごくないですか。駅前に北アルプスがドーンってそびえ立ってます。まだ雪がめっちゃ残ってますね。明日あそこに行きます。ちなみに駅の裏の景色はこんな感じで、初夏って感じの景色が見れます。なんかこの対照的な景色が面白いです。駅から5分ぐらいで目的の大きなスーパー着きました。デリシア。本当は今回も立山から行きたかったんですけど、立山のルートはチケットがもう予約が取れなくって、今回は長野経由になったんですけど、違う経由で来れてよかったなって今はもう思ってます。スーパーからの景色がこれで雄大すぎるんですけどめっちゃ広いスーパーやな。長野といえばリンゴ。でも多分リンゴの季節じゃないんやろな。
明日山に行くからあんまり買いすぎても重いんやな。長野といえばお蕎麦、山でお蕎麦湯がいてる場合かな。明日マグロ買うか。今日ちょっとスリスリしてみる。信州新町本場、明日ジンギスカンするか。夜明日肉焼くぞ。野沢のめっちゃ売ってる。今日の夜ご飯も買いたいな。おやきあるやん。まあでもやっぱここは野沢菜じゃない。いやー、小豆も気になる。何個買うねんお腹空いてるからいっぱい買っちゃう。めっちゃ美味しそう。うわー買いすぎ。大町名物の俵屋餃子やって、なんでこんな餃子いっぱい置いてんやろと思ったら、はい、いちごパンお持ちでしょうか。さっきわさび買ったからおろし器を買わなあかん。ちっちゃいの売ってたらいいけど。入ってすぐにキャンプ道具がある。釣りするやつ終わった。これいいやん、ちっちゃくて。これでスリスリしよう。ホテルの方へ向かいます。大町温泉郷っていうところに行きます。3時10分に乗ります。まだだいぶ時間あるわ。あ、いいですか。大町温泉郷経由大木沢駅前行きです。あ、はい、ありがとうございました。よし、バス停に降ってずーっとこうまっすぐ行ってホテル京水に行きます。なんかちょっと閑散としてるな、土曜やのに。この辺熊出そうやな。怖いな。こちら京水さんです。屋根より高い恋のぼり。いつもなんかこういう昔の歌歌ってる気がする。うわー、すごい。大町では6月5日に子供の日を行われて、だからまだこいのぼりあったんか。わあ、すごいな。めっちゃ綺麗やな。じゃじゃじゃね。おお。一人で泊まるような部屋じゃないなこれ。うわー、広い。本当は8畳の部屋取ろうと思ってたんですけど、埋まっちゃって12畳になっちゃったんですけど、一人で泊まる部屋ちゃうやんたまには和の部屋もいいよな。どんなビューが待ってるかな。うわー、あっちに若干北アルプス見えるわ。ほら、おー、明日行く山が見えてます。温泉行く前にちょっと食べようと思ってこれ食べたんですけど、もちもちどら焼きめちゃくちゃ美味しいちょっとこれ3つ買えばよかった
温泉行ってきます。今から温泉行きます。これ去年のヒールドスタイルで販売したスノーマン T シャツ。さあ、ご飯。お腹すいたらいっぱい買ってしまう癖があるんやな。白ご飯、マグロ、そしてわさび。いつもなんか旅行行ったらマグロ食べる。大町の俵餃子。これ食べれたら食べたい。これだって明日持っていくん大変やしね。長野県産のわさびなんですよ。それでも皮めくらなあかんやな。このままは食べへんやん。なんか土いっぱいついてるし。こんだけしか削られへんもんなんや。ちょっと食べてみる？辛いんかな？でも本物のやつは辛くないって聞くけどな。辛っ！今日マグロフェアみたいなやってたから、マグロ。醤油いっぱいついちゃった。いただきます。辛っ！うまい！マグロうまっ！マグロは裏切らん。長野に来てマグロを堪能するっていうな。俵餃子食べてみよう。うまっ！ミンチがみっしり詰まってて、なんか肉まんみたいな感じする。乾杯！うまっ！スープうまい。辛っ！お腹いっぱい。食べすぎや。もう外明るいな。今4時半なんですけど、3度しかないです、気温が。真冬や。この辺りかな、今日行くところは。今日はよく晴れる。もともと持ってきた荷物は14キロなんですけど、水と食料が増えたから多分今15キロぐらいある。真冬装備やから仕方ない。雪山を目指して今日は行きます。見たことのないすごい景色が待ってると思う。さあ行こうか。うわ、すがすがしい朝やな。8時前なんですけど、今から荻沢駅の方へ向かいます。昨日9時ぐらいに寝たんですけど、早く寝すぎて2時半ぐらいに目覚めて、でそこから寝れなくなってしまって、もうそこからずっと起きてるんですけど、今んとこ体調めっちゃいいです。今8時やから目標2時までには大長沢に着く。大長に会えたらめっちゃ嬉しい。
9時半に予約してるんですけど、はい9時に変えてほしい。そうですね。はい。ちょっとこれいいですか。はい失礼します。しておりますのではい、ありがとうございます。はいやった、9時に変更できた。いいバス乗り場に早速行きたいと思います。すごいいっぱい。お願いします。はい、いってらっしゃい、お気をつけて。扇川駅と黒部ダム駅を結ぶ関電とヘル電気バスの運行が開始されました。電気バスが運行する以前は関電トンネルトロリーバス、通称トロバスが活躍していました。自然保護、環境保全にご協力いただきますようお願いいたします。黒部ダム立山室堂方面の方へ行きます。ここからは15分ぐらいかけて次の乗り場へ向かいます。バスに乗ってて外国の方めっちゃ乗ってたな。みんな黒部から室堂に行って、ほんで雪の大谷が見えるからそれ見るんかな。おお、白い雪に寒っおお、すごいなこの景色。黒部ダム標高1454メートル。レストハウスもあります。そこが展望なんですよ。あそこが展望で、あそこに上がることもできます。黒部ダムです。6月になったら放水するらしいです、ダムを。今結構水ないような。黒部湖ケーブルカー乗り場。結構並んでた。すぐ乗れるんかな、黒部湖駅。みんな団体やったわ。よかった。これやな。変な感じ。黒部大滝に到着します。大観光のロープウェイに乗り換えます。ロープで入るのは50%でございます。はい、まっすぐお願いします。お気をつけください。足元鳴らさせてございます。本日は立山ロープウェイにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。標高1828メートルの黒部平駅から標高2316メートルの大観峰駅まで標高差500メートル、距離にして1700メートルの区間を登ってまいります。Each of the Tateyama Mountain chain. Change here, you will... This car makes way as it enters the platform. ありがとうございます。黒木バスに乗り換えます。乗り換えがめちゃくちゃ多いから大変や。次またバスやな。あ、これ関電バスじゃないんだ。
ここは立山連峰の主峰雄山の真下にあたります。620メートル頭上には標高3003メートルの雄山が天をついてそびえています。およそ300羽が保管されており、この地の貴重な自然の一部となっています。9時に電気バス乗って1時間半かかりました。無土堂まで。ここまで来たら雪の大谷見なあかんで、ずっと見たかった雪の大谷。やったー、初めての雪の大谷や。後で雪の大谷を見たらまた戻ってくるから、うわ、まさか見れる、眩しい雪の大谷を見れるなんて思わんかった。標高2390メートル、今気温2度、でも日差しが暖かいから2度な感じで、高さは11メートル。確か開通した時12メートルやった気するけど、例年やと18とか16あるので、ニュースとかでよく見てたやつがまさか見れると思わへんかったから、いや生きててよかった。バス2台分の大きさがあります。めっちゃすごい。真っ白。ほとんどの人はこの雪の大谷を見てきっと帰ると思うんやな。雪の大谷、大谷選手、大谷。ブロードターミナルに戻っていきます。ちょっとアンパン買うか。いちご生地のアンパン。ちょっとこれお昼食べるには口パサパサになりそうやな。今11時なんですけど、これから来鳥沢キャンプ場に向けて歩いていきたいと思います。1時間ぐらいで行けるかなと思ってます。うわ、眩しいな。これを履いて雪山に挑みます。このタイプのアイゼン久しぶりや。で、よし。上から見た雪の大谷、この辺が一番高いところかな。奥には多分富山市内が見えます。お、アイゼン歩きやすい。眩しい、目開けられへん。隠れてる。ほら、2年前に秋来た時ちゃんとここにバーンって立ってたんですけど、それだけ深いってことですね。多分これがあるはずなんですけどすっかり埋もれてます。すごー。雪の立山でキャンプをするっていうのは憧れやって、いよいよ叶います。でも来鳥沢キャンプ場までちゃんとたどり着くのか、無理はしないっていうのを掲げて向かいます。道がないからスキーとかでわーっと降りる人見てるみたいです。現在地三栗ヶ池、あ、こっか、こう行って来鳥沢言ってここや。だいぶ遠いな、1時間はかかるな。これはスキーで降りてくる人がいます。だいぶ怪しい人に今からなります。入らんどんな感じなんですかこれ、大丈夫ですか。うわ、すごい見やすくなった。視界がだいぶ見やすいわ。三栗ヶ丘の方向かいます。雪が柔らかいから、もしかしたら朝降ったんかな。ロープウェイとか乗るときにいろいろ並んでたじゃないですか。今からキャンプ行くんですかって言われて、この荷物すごいですねって15キロあるって言ったら、ってびっくりされてましたこうやって道あるめっちゃ助かる。歩きやすい。雪の大谷も見たかったんですけど、ライチョウに会えるのも楽しみにしてて、会えるかは分からんけどライチョウにも会いたいです。ここ多分ずっと階段やったところですね。
ロープで区切ってくれてるからめっちゃ分かりやすい。絶対ライチョウに合うぞ。めっちゃ凍ってる。三栗ヶ池ですね。もう全面雪で覆われてます。凍ってるわ。でも芽が生えてきて、もうすぐこの土地にも春が来ようとしてます。シダは逆に愛染では歩きづらいな。みんなこけそうなってんな、めっちゃ。大丈夫か、降りるの大変やでこれは。おお、ガスが出てるところや。あそこから煙が出てます。昔はあそこまで歩いて行けたらしいんですけど、ちょっとさっき買ったパン食べるか。温泉着きました。うん、楽しいわ。頑張ってきた甲斐あった。めちゃめちゃ遠かったけど、ライチョウさんいてないな。あれライチョウの足跡やろ絶対。ほらどっかおるんやな。ガスセンター埋もれてる。順調に次がライチョウ層、こっち。これでも嵐の日とかには絶対素人は来たらあかん。このちゃんといい天気の日に来たからよかったけど、なんかめっちゃ大きなスキー場に来た気分やわ。もうちょっとこの辺になってくると硫黄臭がしてきた。ライチョウおる、ライチョウおる。やったライチョウに会えた。この子の顔めっちゃ可愛いんですよ。へえ。めっちゃゆっくり歩いてる。これやばいってこれ急すぎるやろ。愛染あって正解でした。こうやって階段を登っていくんですね。すごい坂やなこれ。これ帰りきついで、これをこける油断したらあかんで。暑いめっちゃ煙出てます。もうちょっと向こうからあっち行ったら結構硫黄の匂いがすると思う。急に疲れてる。さっきまでライチョウ見て喜んでたのに。階段結構しんどい。点々ってなってるとこ、こうアップするとここです。掘るの大変やから空いてるとこに埋めたいけど、みんなここを登ってきてます。めちゃめちゃ大変そう。めっちゃ怪しいんですけどタオルを巻きました。今更もっと早く巻くべきやったけど顔が痛い。ここ前来た時全部階段やったんですよ。ここ全部一歩ずつしっかり歩こう。一歩ずつ本当に気をつけて。
うしようかな。トレッキングポール出した方がいいかな。やらか。ここはやっぱポール出すか。トレッキングポール出しました。あ、こんにちは。帰りの方が。そう。帰り結構。そうですね。行きはよいよいですね、ほんまに。確信部ですね。頑張ってください。こんにちは。うわ、うわ、ここ滑る。ここ滑る。うわ、怖っ。ちょっと、帰りだいぶ辛そう、みんな。こんな、茶色くなってるとこあるじゃないですか。あれがめっちゃ滑るんよな。めっちゃ怖い。めっちゃ滑る。ここが一番道悪いな、でも。うわ、ほんまこけたらひとたまりもない。よいしょ。よいしょ。うわ。さっきんとこがほんま難所やったな。雪がさっきんとこめっちゃ柔らかかったから。雪質でこんな変わんねんな。あ、もうちょっとや、キャンプ場。ほら、トラック入ってるから道固められた。めっちゃ歩きやすい。はあ、キャンプ場着いたー。でも、思ったより疲れてないかな。着いた。今12時20分。11時10分から歩き出したから1時間10分かかった。結構歩いたな。こうやって居抜きがあるから。あれ何これ。これいいやん。めっちゃ綺麗な居抜きがある。無事着いた。立山で雪中キャンプができる。ちょっとマスク外すか。メガネずれてる。うわ、眩しい。目開けられへん。めっちゃ眩しい。目開けられへんわ。これはドロドロやな。びっくりした。うわ、これはちょっと整地しんとあかんかも。よし、5月に雪中キャンプです。ちょっと整地するか。時間あるしな。もうちょっと掘った方がいい。確か3メートルぐらいあったと思うねんけどな。なんていうか、もうなんか氷、シャーベットみたいになってる。オッケー。ちゃんとゴム手袋を持ってきてる。今日はモビガーデンのテント。秋に来た時もこのテントで来ました。これにしました。去年夏に猫のおしっこにやられて以来やから、どうかな、匂い。いけるか。風なくてよかった。しんどい。ちょっとゆっくり。15キロの荷物をよく持ってきたわ。一番明日ここ上がっていくのが一番辛いと思う。ここまで。みんなほんまにもう汗まみれで上がってるの。絶対辛いで明日。こっちから行ってる人もおるな。こっちからのが近道やもんな。お腹すいた。後でアンパンの残り食べよう。
もうテントいらん。煙が見えるわ。めっちゃええ天気やな。雲一つない、ほんまに。最高やな。サングラスないとやっていかれへんな。ほんまに。すごいなぁ。これ5月ですよ。夕方になって風強くなる可能性もあるからな。それでも明日の朝めっちゃ凍って取れなくなりそう。明日氷点下マイナス5ぐらいまで行く可能性あるからな。撮影完了。今回終始この顔で、なんかちょっと申し訳ないわ。後でちゃんと撮るので。よいしょ。すごい高い、ここ。眩しい。熱い。ちょっと目が眩しすぎる。うわぁ。ドーン。そうか。自分はメガネしてたけど、カメラじゃメガネしてないから、ちゃんとこの明るさ映ってんのか。よかった。It's beautiful. うわぁ、頑張ったわ。すごい。めっちゃ白い出るってことは、結構寒いんかもな。ずっと動いてたから暑いけど。40分ぐらいで設営できたんか。先にテントを張ったから、ちょっと受付してきます。水がうまい。よし。受付してこよう。歩きづらいな、これ危ないな。先にテントを立ててください。よいしょ。よいしょ。すっごい、これ。何メートル ?3 メートルはあるな、これは。すごい。顔が痛い。ほんと、トイレも使えるみたいです。これをテントに貼ります。もしトイレ使えんかったらと思って持ってきた。お尻冷たいよ。あ、いいね。全然違うわ。ほんまこれ持ってきて正解やった。30分ぐらいゆっくりしよう。富山県低速山岳警備隊やって。すごい、初めて見た。
さっきのアンパンの残り。めっちゃぺったんこ。さあ、マイナス11度まで落ちたらしいです。で、明日の朝は、マイナス5、6度の予報なんですけど。これで、足の裏めっちゃ冷たい。冬装備やから、ダウンパンツにダウンシューズも持ってきてます。あと、インナーのダウン持ってきてます。こんだけあったらいけるやろ。立山室堂の山岳スキー情報を見てるんですけど、5月10日現在で、積雪量が330センチですね。でも例年やと7、8メートルとかあるらしくて、今年は少ないみたいですね。ただ、私みたいな素人には、これぐらいの330センチでも十分多いので、休憩しよっかな。4時ぐらいからご飯しよっか。ああ、頑張った。真っ白な雪の惑星におる気分で、めっちゃ変な感じです。惑星に突然現れるテント村。あそこ、テント村。どちらから今日も天気が最高やと思って来たらやっぱり最高です。もうすぐ4時になるから、そろそろご飯しようかなと思って。腐ってないような。大丈夫。まだ冷たいわ。記念コップ、米。手ビ持ってきてんねんから。書類。帰ってきた。この車どこまで行ったの？ここに、菊正宗。昨日の残りのトマトを譲るないから結構不便やねんな。で、今日は荷物を極限に減らすために、してます。まあ、冬装備で5キロやから、なんとかしてる方やと思う。ピーマンやこう。今日星めっちゃ綺麗やろな。めっちゃ期待してる。これでも蹴っ飛ばしそう。どれぐらい？ついた。滑る。いいじゃんか、すぐ開くと思う。そろそろ入れるか。入ったかな。
すごいあっという間に膨らんだ。これで5分置くと。んでピーマンを焼く。信州のジンギスカン初めてやな。誰も肉なんか焼いてへん、こんな山で。なんでちょっと不便。まあまあ不便。火力が。うわ。なんなん一体。酸素不足もしかして。なんか違う。火も違う。いつもと。すごい。ちゃんとめっちゃ米。これちょっと味が楽しみやな。今日の晩ご飯はこちら。スーパーで買ったマカロニサラダと信州味噌仕込み大根、信州のジンギスカン。ちゃんと豪華や。食べ過ぎ。いただきます。ものすごく足元が悪くて食べづらそう。米を、おおすごいすごい。一瞬で冷めたや多分。ここ入れて。炊きすぎた米って感じ。普通の米より軽い感じがします。ジンギスカンうまっ。お肉がめっちゃ柔らかくて米とめっちゃうまい。味噌仕込み大根漬け、これも米にめっちゃ合う。うまっ。これめっちゃ味濃いわ。ちょっと濃いわこれは。美味しい。お肉ソーセージが入ってる。こんな雄大な景色見ながらこんな美味しいものが食べれるって幸せやな。外がだいぶ明るいです。ちょっと日がかけてきたからめっちゃ眩しいって感じではなくなりました。6時過ぎなんですけど、今1度ぐらいになりました。だいぶ寒くなってきた。一応山やから防臭袋に入れて匂い対策します。匂い対策。積もってんねやろな。新しいものだ。ライチョウ発見。遠いけど、うわ、鳴き声聞こえると思ったんやな。丸。これ今回の旅で持ってきた服、着替え。今日ちょっといい枕代わりなの。
皆さん知ってますか？この方、冒険少年アツシっていう方なんですけど、アラスカからアルゼンチンまでリヤカーを引いて徒歩で歩いてる人なんですよ。この人すごいんですよ。ほんとめっちゃ頑張り屋で。だからこの人見てたらめっちゃ元気になるから、更新されたら必ず見てます。ダウンパンツ履いてテントが凍ってきた。キラキラしてる。久しぶり。朝方が多分結構差があるんちゃうかな。もうみんなも周りもみんな寝てるんで、そろそろ寝ます。寒い。6時ぐらいには起きれたら起きて、もう7時には撤収を始めたいです。夜中めっちゃ寒いと思っとったけど、やっぱりマイナス5度あったみたい。8時スタート。あそこの頂上にどれぐらいかかるか。でもこれちょっときついな。これ何？クマ？怖っ。つら。自分が悪いんですけど、めっちゃショック。びっくりした。こんないいところやと思ってなくて、間違えて12万とか払ってないようなうわー、ずっと見たかった。黒くてかっこいい松本城が見えてきました。